支配とは全責任を負うこと。ならば、たとえ自分の片足を失おうとも、お客様の快楽の場所を守り抜くのは、私にとって必然の義務。リハビリの合間、病院の天井を見上げながら綴る14年間の血と閲楽の記録。今夜、その幕を開けましょう。麻酔から覚めた私の耳に届いたのは、病室の静寂ではなく、店にかかってきた一本の予約電話でした。そう。私は片足を切断したその当日も、病院のベッドの上で SM クラブの営業を続けていたのです。SM 祈祷葬儀両断第2夜女王様メイン SM 一色の旅、その深淵へ淘汰される世界と特殊性癖のシビアな現実。皆さんは考えたことがあるでしょうか？関東に SM クラブは一体どのくらい存在し、そしてなぜこれほどまでに消えていくのが早いのか。 M 星館のお店を含めても他の風俗業態に比べて SM クラブの数は圧倒的に少ないのが現実です。理由は明白。特殊な性癖を満たそうとするお客様の母数自体が一般的な風俗店に比べて少ないからです。しかし問題はそれだけではありません。なぜ供給方にすらなれないほどお店もキャストも自然淘汰されてしまうのか。そこには目を背けられないシビアな現実があります。特殊な性癖を持つお客様といえど、一人の男性として若く美しい女性と遊びたいという根源的な願望は変わりません。 SM の技術さえあれば見た目や接客がおろそかでも良い、そんな甘い考えは通用しないのです。お客様は常に最高峰の女性としての魅力を求めて普通の風俗店と比較しながら私たちを評価しています。このバランスを履き違えた店から音もなく消えていくのです。チーム編成と絶対的エースの存在。 SM クラブの経営を野球に例えるなら、そのチームカラーは千差万別です。完封勝利を狙うエースが軸のチーム、爆発力のある4番バッターが軸のチーム。私のお店厚木エレガンスとグランブルー厚木は間違いなく女王様という絶対的エースが牽引するチームです。かつては女王様としても、そして M 女としても本指名を獲得する、いわば二刀流の大谷翔平のようなキャストがエースとしてマウンドに立ち続けていました。あ、今は M 女の方は引退しましたけれど、こうした独自のバランスを身につけ個性を尖らせることでしかこの厳しい世界で生き残る術はありません。現在は女王様メインの構成ですが、今後は M 女さんの在籍も増やし、より多角的な快楽を提供できる布陣を整えていく。それが14年という歳月を生き抜いた私の次なる計画です。突然の暗転、病床から届ける狂気の記録。さて、なぜ私が14年目というこのタイミングで重い腰を上げてブログや YouTube を始めたのか。そこには私の人生を揺るがす大きな転機がありました。現在私は糖尿病の悪化により片足を切断し、病院のベッドの上にいます。入院生活も丸3ヶ月が過ぎました。救急車で運ばれ、そのわずか1週間後に足を失う。今は切断した断面の皮膚が落ち着くのを待ち、義足を作るための準備をしている最中です。全治5ヶ月から6ヶ月、リハビリ以外の時間はひたすら静寂が流れる病室。その暇を私はこれまでの14年間を書き記す時間に当てることにしたのです。笑ってしまうのは、私がこんな状態でもお店は休まず営業を続けていることです。思えば私は365日ワンオペで起きてから寝るまで働き続けるワーカホリックでした。足の切断手術当日すら私は麻酔から覚めた後に電話を受け、お客様の対応をしていたのです。最後に千一夜の旅へようこそ。人から見ればそれは狂気に見えるかもしれません。でもその狂気こそが私が厚木という地で唯一生き残れた理由だとも確信しています。この物語は単なるお店の紹介ではありません。病院のベッドから片足を失った経営者がリハビリの合間に綴る生きた証です。
時系列を飛び越え、お店の裏話、衝撃の面白ネタ、そして SM 経営の血の滲むような真実を千一夜の物語として紡いでいきます。退院して再び自分の足義足で立てるようになるまで、そしてその先の未来まで、私と共にこの気の遠くなるような SM 一色の旅に出かけませんか。はじめまして。そして未来の友人である皆様、ようこそお越しくださいました。これから末永くお付き合いください。